こんにちは、アンナスです。今日は、ダイソーで見つけたそのスタンプ、ちょっと以前にもやったんですけど、スタンプのお花とで、これスタンプ台なんですけど、あとくるみボタンのキットがあったので、これを利用してちょっと刺繍してみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。ちょっとリベンジでスタンプを使って刺繍しようと思います。手頃なお花のデイジーかな、デイジーとあとくるみボタンのキットも売ってたので買ってみました。これはちょっと後で開けます。で、前の時に普通にスタンプインク買ってきて押したんですけど、それだと黒いのが残るのでっていう話をしたら、ライブの時にこのチャコペンでやったらどうって言われて、なるほどなと思ってでちょっとやってみます。本当は先がこれすごい細いので描きやすいんですけど、ベタっと塗るんだったらもうちょっと太いペン先のやつを買ってもいいのかな。このバージョンで太いの売ってるのはちょっと知らないんですけど、これでちょっと塗っていきます。はい、じゃあちょっと押してみます。ちょうどど真ん中にギュッと。ちょっとね、布の色が入っているから、さっき白で確かめたんですけど、白だともっとくっきり写ってました。なのでしょうがないので、ちょっと絵を見ながらペンでなぞっていきます。ちょっと花びらが多いですね。重なってる花びらはもう刺繍しないで、この手前に出てるのだけ刺そうかな。そういうことができるのがいいですね。後で絵を消せるっていうのが。って感じで、こんな感じかな。ではこれで刺繍していきます。もう黄色と白で、くるみボタンを作る感じになります。枠を外して間に布を挟んで、じゃあこの中からどうしようかな。フレンチノットで刺そうかな。じゃあ先に花びらですね。もうデイジーは前もやりましたね。セリアのキットかなんかでやったと思うんですけど、2本取りで刺していきます。で、最初玉留めの代わりの小さい波縫いを入れて、ギリギリで留めて、糸の上に刺すと絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。で、刺繍の向きは縦に、花びらに対してこれ横に刺すととても大変なので、もう縦でいいです。で、ちょっと花びらの先がジグザグっていうか、ちょっとガタガタな感じになるので、綺麗な楕円じゃなくって、ちょっと端がガタガタしてても大丈夫です。こんなもんかな。白ってその下に色が入ってると色が乗りにくいんで、結構ガタガタしたりとか、あと色が透けて、下の色が透けてちょっとツヤが出にくかったりするんですけど、ちょうどいいですね。花びらっぽさが出て、あんまり綺麗に刺してない方が。じゃあこれで一周ぐるっと花びらを刺していきます。はい、では
裏に絡めて、次は、芯の部分を刺していきます。で、2本取りでフレンチノットをやっていきます。このギリギリのところから針を出して、少し上を持って空中で2回巻きます。で、ほぼ同じ穴に刺して引き絞ってから下に落とすと、これで出来上がりです。これをぐるっとまず1周ぐるっとやります。で、2周目やって、多分3周目はもうそんな面積が残ってないんで、ちょこちょこ埋めて出来上がりっていう感じになるかなと思います。じゃあこんな感じでずっとひたすらフレンチノットをやっていきます。はい、出来上がりです。ほぼ2周ぐらいでしたね。あとちょっと隙間を埋めておしまいぐらいの感じでできました。で、これで糸を終わらせて、で、今回のくるみボタン、これが作るやつですね。だからこれとこれがワンセットでいっぱい入ってますね。で、これが型紙で、仕上がりがこのサイズですね。だからちょっと一回り大きい、もうちょっとぴったりにしたいなと思うんですけど、どうしようかなって思って、連続模様みたいな感じ、ちょっと一回枠を外して、こうやって折り目をつけますで、もう一回ちょっと半分ぐらいでいいかな。なんかこういっぱい刺繍がしてある布を布で仕立てましたみたいにしたいので、こんな感じで半分ぐらいこう縫って、でこの花びらの近くに、これ最初にすればよかったんですけど、これでうまくいくといいんですけど、こんな感じですね。で、だいたいちょっとずれた。水で消せるからって言ってこう気軽に描きすぎるのも良くないですね。これぐらいかなってことは、こんな感じでちょっと巻き込むので少し多めに刺しておくといいんですけど、ここはあれか、なんかこの線よりも、ちょっと高さがあるので多少は刺しとかないとなんか途中で切れてしまうんですよね。なんかそこも考えてこの線かな。なんかフレンチノットまでやらなきゃいけないものもいくつか出てきますね。じゃあこれでちょっとまたこの周りを刺していきたいと思います。はい、ではこんな感じでできたので、もうちょっとここに葉っぱが欲しいなと思ったんで、
ちょっと書き足します。花びらみたいな形の葉っぱをなんか適当に、このお花についてる葉っぱだったりとか、この脇に付け足した花びらの葉っぱだったりとかっていう感じで、ちょっと多いかなこれで緑で、また2本取りで、花びらと刺し方は一緒です。真ん中に1本入れて、で左右を埋めていく。これぐらいでいいですね。あんまりたくさん太くしないで、割と細めの葉っぱでいいと思います。じゃあこれで、刺繍全部埋めていきます。はい、ではできたので、ちょっと枠を外します。それでこれに巻いていくので、こんな感じですね。なるほど結構面白い。あんまりこういうの作ったことないんですけど、くるみボタンだから横が見えるんで、結構幅の分もしっかり刺しといてちょうど良かったですね。で、なんかね、くるみボタンって結構昔何回かやったことあるんですけど、これで一気にこれでグッて押すんですよね。ちょっとこれぐらいに切って、だからこのサイズに切らなきゃいけないんですよね。切って一気にグッて押すんですけど、押したらなんかちょっと絵が曲がったりとかしてたはずなので先に塗っておくといいんですよね。とりあえず型紙があるから、これでこんなもん。ちょっとずれてるこっちか。これぐらいですね。ちょっとさっき紹介しなかったんですけど、この消しペンでその間違えた線をこれで消すと綺麗に消えるので、二重になってるとどっちだったっけって途中で分かんなくなるんで、消しペンは便利です。お水で消えるから、お水で消すと残しときたい線も全部消えてしまうので、なので消しペン、あと普通にこういうところも消せるんでね、こういうのも消してもらってもいいです。これはねちょっとお水で消してもいいかなと思いますけど、楽なんで消しペンついこれでやっちゃいますね。これでかわいいで、ハサミで切ります。作り方が書いてあるけど、これでちょっと縛っておくとうまくいきます。で、残りの刺繍糸でやってもいいし、でも私結構引っ張るタイプなんでちぎれてしまうんで、できれば縫い糸がある人は縫い糸でやってもらった方がいいと思います。私結構力の限り引っ張ってしまうので刺繍糸弱いんで結構ちぎれるんですよね。で、こ
うやって節縫いして周りを一応縫ってもうセッティングしておくとあと楽です。いきなりバシッて入れちゃうと結構ずれるんですよね。ただの布とかだったら別にどの柄が出てもいいからいきなりやってもいいと思うんですけど、入れてブローチを作るときみたいにちょっと一旦こうしておくといいですね。ただひっつめると糸切れちゃうんで、もうざっくりでいいです。これで卵にして、こんなに糸いらなかったね。もうちょっと短くでいいですね。で、だいたい位置を決めたら、これをはめて、で、セッティングします。これで多分大丈夫だと思う。で、こうですね。これを入れて、これを入れて、こう。結構硬い。刺繍が入っているので、はまらないですね。なるほど。もう一回いきます。フレンチノットをよけてセットすればいいです。今ちょっと体重をかけてちょっとフレーム映ってないところで思いっきり体重をかけて挟んだらいけました。やっぱフレンチノットが入っているとここはまらないので、刺繍はあんまり端までしすぎるとダメっていうことですね。ただ私の場合ちょっと今回コットンクロスを使ったのでそれではみにくかったっていうのはあるかもしれません。でも体重かければ大丈夫でした。っていうことでこんな感じで仕上がりました。いいですね。いい感じ。あんまりこういうの連続模様とかってやったことなかったんですけど、なんかこういうのも面白いんで是非やってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。